皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ、いつもオフロード版を担当している川村です。前回はスーパーキャリーの動画にたくさんのコメント本当にありがとうございました。今回はさらに新しくなったスーパーキャリーです。グレードは X、 5速マニュアルの 4WD モデルです。スーパーキャリーはノーマルのキャリーをベースにキャビンを後ろに伸ばしてルーフを高くした派生モデルです。キャリーとの違いは運転席、助手席ともにリクライニングできること、助手席もスライドできること、そして運転席のスライド量が大きいことなどが挙げられます。シートバックのスペースは想像以上に広く、頭上空間も劇的に広くなっています。スーパーキャリーはキャビンが後ろにストレッチされているんですけども、下側はね掘り込まれてるんですよね、ここ。なのでこうやって足が入りますし、かかとをつけた状態で寝てみると、荷室の長さは僕の握り拳3つ分ぐらいありますね。この荷室の長さそのものはキャリーとほぼ同じなので、キャリーで積めていた長尺物がこのスーパーキャリーで積めないっていうことはないんじゃないかと思います。で、ここやっぱり結構広くてですね、こういったキャンプ椅子とか入れてもまだこのぐらいのスペースがありますね。なかなか使い勝手のいいスペースだと思います。今回の仕様変更によりいろいろ新しくなってるんですが、まず大きく変わったのが顔つきですよね。ヘッドライトも薄くなってぐっと高い位置に取り付けられていて、最近のピックアップトラックのトレンドをうまく取り入れてますよね。オフロードの観点から言っても、ヘッドライトが低い位置にあるよりも障害物に対して接触しない、壊れないっていう意味もあって、本格オフロード4駆の顔つきになってきたかなと思います。また安全面では衝突被害軽減ブレーキがデュアルセンサーブレーキサポート2となり、歩行者や自転車も検知、交差点での出会い頭や右左折時の事故による被害をも軽減してくれるようになりました。またパーキングセンサーや LED ヘッドランプ、デジタルメーターなどが全車標準装備となっています。そしてここからが私にとって大切なポイントなのですが、なんと今回テストする5速マニュアルの 4WD モデルの走破性がより高くなる改良が加えられているのです。デフロック付きの車にもぬかるみ脱出アシストが追加されたのです。これがどんなに素晴らしいことか語り始めると長くなってしまうので、ひとまずやめておきます。ですが近々に公開するテスト走行編で実験しながら分かりやすく解説いたしますので、楽しみにお待ちください。さて、私は前回この車のとある素質に着目して初めてオフロードに連れ出しました。頑丈なラダーフレームにタフでシンプルなパートタイム 4WD、 ハイロー2段階に切り替えられる副変速機にリアデフロック。このスペックは紛れもなく本格クロスカントリーマシンのものです。そして縦置きエンジンをミッドシップにレイアウトしたライトウェイトマシンという素晴らしい素性をも持ち合わせています。そこに新しい武器が加わったのであれば、もはや手加減は無用です。オフロードの U、 ジムニーと全く同じフルスペックのテストでスーパーキャリーの走りのすべてをテストしていこうと思います。今回は鈴木さんご協力のもと、新旧のキャリーをオフロードコースに持ち込み、技術者の方にたくさんの質問をぶつけながらテストを行いました。その結果をいち早く皆さんにお届けしたいのですが、まず前編では車の取扱説明書というオーナーズアイの基本コンセプトに基づいて、スーパーキャリーのオフロードでの扱い方を分かりやすく皆さんにお届けしていきたいと思います。まず前後の重量バランスです。
これを100分率で表すと、前 62.4 対後ろ 37.6 となります。スーパーキャリーはそのシルエットから想像できる通り、前の方がだいぶ重たいことがわかります。とはいえ、FF ベースの車であれば前後の重量配分が60対40くらいになることはザラです。キャリーが際立ってフロントヘビーであるわけではありません。ただ、ここで注意しなければならないのは、キャリーが後輪駆動である点です。フロントエンジン、フロントドライブの車、つまり前が重い車が前輪を駆動する分にはあまり問題がありません。でも、キャリーは後輪駆動です。駆動輪のある後ろ側が軽いため、後輪を前輪ほど強く路面に押し付けることができません。それゆえに、路面に対して必要以上の駆動力がかかったとき、グリップを失ってスリップしやすくなってしまうのです。もっとも、普通のアスファルト路で問題になることはありません。雨とか雪とか砂利道とか、ミューの低い路面での話です。でも、これを解決するのは簡単です。キャリーはトラックですから、荷台に重い荷物を積めばいいのです。そして、雪や砂利道では四駆に入れて走ればいいのです。でも、空荷で 2WD の時、後輪が十分に力を発揮できないことは覚えておいてください。次は上下のバランスを見ていきましょう。主要な重量物は 660cc の直列3気筒エンジン、5速のトランスミッション、トランスファー、燃料タンクなどです。もちろん、ラダーフレームも重たいものです。これらの重量物が車体の下半分に集中していることがわかります。このように、エンジンの真上に運転席が配置された車体構造をキャブオーバーと呼び、商用車に多い構造ですが、その重心は見た目よりずっと低いことがわかります。最後にマスの集中です。マスとは質量を表す言葉ですが、ここでは重量物が車の中心付近に集まっているかどうかを見ていきます。3次元の地形を走る場合は、このマスの集中がとても大切になります。できることなら、車のオーバーハングに重量物などない方がいいのです。この点、キャリーはエンジンやミッション、トランスファーといった重量物が前後の車軸の中にあるだけでなく、真ん中に集まっていることがわかります。なかなか優秀です。唯一、燃料タンクがリアのオーバーハングに配されていますが、これはむしろここにあるべきものでしょう。空荷での前後重量配分比を是正する役割を負っているはずです。オフロードに遊びに行く場合は、燃料を満タンにしておいた方がいいでしょう。次に対地アングルを測ってみましょう。私はオフロードを走る前に必ずその車を真横から眺めて、その対地アングルを確認するようにしています。フロントのアプローチアングルはこのぐらいです。デパーチャーアングルはこのぐらいです。どうしても越えなければいけない高い段差がある場合には、段差に対してタイヤを切って斜めに当てることでアプローチアングルを大きくすることができるので覚えておいてください。整流板はゴム製でこのようにしなやかに動くので、アプローチアングルを大きく犠牲にするものではないです。ちなみにキャリーには以前このようなロングホイールベースモデルがありました。直進安定性も良く、ピッチングなどの挙動もマイルドだったことでしょう。そしてこちらの方がアプローチアングルが大きく、段差を乗り越える性能も高かったはずです。でも、段差は乗り越えれば終わりというわけではありません。実は、オフロードではもう一つ大切な角度があるのです。それがこのランプブレークオーバーアングルです。私たちの実測でも、
かなり優秀な値が確保されていました。ランプ、つまり坂道をブレークオーバーする、乗り越える時の角度を表しているのですが、この角度が大きいほど亀の子スタック、つまりお腹がつっかえてスタックする可能性が低くなります。オフロードではこれら3つの対地アングルがバランスよく確保されていることが大切ですので、総合的に見れば現在のショートホイールベース車の方が凹凸地形に適しているということができるでしょう。また、ホイールベースが短いと小回りが利くようになります。狭い場所での取り回しも良くなるので、キャリーが活躍するような場面では、こちらの方がメリットが大きかったのだと思います。次に、路面とのクリアランスを見ていきましょう。スーパーキャリーの最低地上高はカタログ値で 160mm です。オフローディングで大切なのは、どの部分が路面や岩と干渉しやすいのか頭に入れておくことです。まずはフロントから。キャリーのフロントサスはストラット式コイルスプリングです。独立懸架ですから、中央にディファレンシャルが大きく飛び出すことはありません。反面、サスペンションアームのあたりが低くなっているので、クリアランス的には真ん中付近が比較的安全ということになります。続いてリアです。リアサスには重量物の積載に適したリーフスプリングが与えられています。そして左右のタイヤが1本の棒、アクスルハウジングでつながったリジット式というシンプルな構造をしています。そしてその真ん中にディファレンシャルがあり、下に飛び出しています。ここが一番低いです。ただ、キャリーはこのディファレンシャルが真ん中よりやや右側にオフセットされているため、障害物は真ん中よりやや左側を通すのが正解です。つまり、段差や岩、尖った岩を見つけた場合は、助手席の真ん中付近を通すようにすると比較的安全なのです。これはぜひ覚えておいてください。ちなみに、亀の子スタック時に路面に干渉するボディ中央部にはミッションを支えているメンバーがあり、ここがある程度のガードになってくれています。でも土ならいざ知らず、硬い岩に強くヒットさせるのはよくありません。岩場ではゆっくり走らせることが基本です。なお、この画面で黒く塗装されたフロントのサスペンションメンバーの奥に顔を覗かせている銀色の部品がラジエーターコアです。エンジンはさらにその後ろ側にあるわけですから、キャリーのエンジンレイアウトがミッドシップであることに疑いの余地はありません。そしてこの画面では、ボディカラーと同じ色に塗装されたラダーフレームが見えています。ここがサイドメンバー。ここがクロスメンバーです。ボディ前半部はビルトインフレームと表現したくなる構造ですが、後ろの荷台はボルトオン。外せばジムニーと同じようなラダーフレームが顔を出します。それではいつものように車体を持ち上げ、4WD システムの働きを観察していきましょう。この車には5速ミッションの他に副変速機、つまりトランスファーがあって、5速ミッション全体のスピードをハイ・ロー2段階に切り替えられるようになっています。2H は2駆のハイレンジ、4H は4駆のハイレンジ、4L は4駆のローレンジを示しています。ローレンジとは、タイヤの回転が遅くなる代わりに、タイヤを回そうとする力、つまりトルクが強くなるモードのことです。まずは 2H の1速でクラッチミートします。アクセルは踏んでいません。これが 2H1 速アイドリング状態のタイヤの回転です。後ろしか回ってないと思います。それでは 4WD トランスファーレバーを4駆にします。
ちょっとガコンという音がしましたね。これで前後のタイヤが回っているはずです。これハイレンジ 4H のアクセルを吹かしていないアイドリング状態、このぐらいの速さで回ります。ここからローレンジに入れるには一回ニュートラルにして、これをローレンジに入った、これで一速で回してみましょう。はい、これが 4L ローレンジの一速アイドリング状態の回転です。4ハイと4ロー、4H と 4L、 回転の違い分かるでしょうか。今 4H、 4ハイの状態です。ここから 2H にチェンジしてみます。ショックは少ないです。はい、このようにキャリー 4WD は走行中に 2H と 4H を切り替えることができます。はい、ではこの状態でバックギアに入れてみますね。4駆などでもちろん前後輪とも逆回転します。それから 4L に入れてバックしてみましょう。これが 4L エンジンアイドリング状態のバックです。キャリーの場合はハイレンジのギア比が 1.000、 ローレンジが 1.673 ですので、ローレンジの方がより大きく減速されることになります。同じエンジン回転数でもローレンジの方がゆっくり走ることとなり、逆にトルクは 1.673 倍に強くなります。キャリーのマニュアル車の場合、発進から高速巡航まで5段のギアを使い分けていますが、この5段すべてが低速化されます。ですので、5段プラス5段で合計10段の変速ギアがあると考えていただければいいと思います。ハイレンジの4駆は主に積雪路やフラットダートで、ローレンジの4駆はアップダウンや段差、ぬかるみなどの多い悪路で使うことになります。そしてアスファルトの道では、雪でも降らない限り基本的に後輪駆動の 2WD、つまり 2H で走ることになります。その理由は後ほどご説明しましょう。これは駆動系の模式図です。新型になっても基本構成は変わっていません。4WD モデルは後輪駆動のレイアウトが基本となっており、直列3気筒のエンジンを縦置きに積み、5速のマニュアルミッション、ハイ・ロー2段階に切り替えられるトランスファー、プロペラシャフト、リアデフが一直線に並んでいます。そしてこのトランスファーからプロペラシャフトがもう一本分岐していて、前輪が駆動されます。エンジンが完全なミッドシップに、つまり前後の車軸の間にレイアウトされているのも大きな特徴です。4WD システムはジムニーと同じパートタイム 4WD、フルタイムではなくパートタイム、つまり一時的に使う 4WD と表現されるのには理由があります。それは直結 4WD だからです。直結 4WD とは、前後のプロペラシャフトが直結され、前後輪の回転が常に等しくなる構造のことを言います。古くから軍用車に使われ続けてきたタフでシンプルな構造ですが、ミューの高い路面、つまりドライのアスファルトでは基本的に使いません。それゆえにパートタイムと呼ばれるわけですが、次の章ではその理由を実験を通してご説明いたしましょう。では、ミューの高い路面で 4WD 走行が推奨されないわけをご説明していきましょう。撮影時の制約で旧モデルを使っていますが、この後起きることは新モデルと全く一緒です。最初は後輪駆動の 2WD の走りです。さて、次は4駆に入れて走ってみましょう。4H です。クラッチをつないでいくと、すぐエンストします。
もう一回やってみましょう。やはりエンストします。まともに走れません。車が曲がるときは、前輪の方が後輪より大きな軌跡を描くことは皆さんご存知だと思います。左右輪がともに前輪の方が後輪よりたくさん走る。つまり、早く回らなければいけないわけですが、直結4駆ではそうもいきません。前後のプロペラシャフトが直につながっているので、前後輪ともに同じ回転数でしか回せないからです。もちろん、左右輪の回転差を調整するディファレンシャルがありますが、この場合は前後の話なので関係ありません。では、強引に走らせようとしたらどうなるのか。前後輪の回転差は、地面とタイヤとの間で処理するしかありません。でも、相手がアスファルトだと、グリップが高くて滑らせるのが難しく、ニッチもサッチもいかなくなって車が止まってしまうわけです。これをタイトコーナーブレーキング現象と呼んでいます。ではオフロードではどうなるのか。今トランスファーは 4L です。そして一足に入れて走り出した後、ステアリングを右にいっぱい切ります。アクセルには足を乗せていません。アイドリングで走っています。この状態でミルの高い路面では車がエンストしてましたよね。でもオフロードではタイヤが強制スリップすることによってエンストしないんです。で、強制スリップが起きるのは車の回転半径の一番内側のタイヤ、この場合右後輪、それと一番外側のタイヤ、左前輪です。タイヤが強制スリップしたところがくっきり跡になって残ってますよね。これが直結4駆はオフロードでも走れると言われるゆえんです。逆に言うとミューの高いオンロードでは4駆にしないでねっていう話です。ではオンロードでは4駆を全く使わないのか。私はごくたまに使うことがあります。同じパートタイムの 4WD システムを搭載したジムニーの動画から引用しておきましょう。個人的には高速道路で強い風の中、土砂降りの雨に遭遇したなどという場合に4ハイに切り替えています。こうすることで車の直進性が良くなり、トラクションも安定します。ただ、雨風が弱まればすぐに 2WD に戻します。路面のグリップが回復すれば駆動系にストレスがかかるようになるからです。もちろん雪道では必ず4駆に入れていますよ。トランスファーレバーはこれです。 4WD って書いてありますね。ボタンもあります。シフトパターンは 2H、4H、プッシュ、ニュートラル、4L って書いてありますね。で、2駆から4駆はこのようにボタンを押さなくても切り替えができます。これは80キロ未満であれば切り替えることができます。で、4駆からニュートラルに入れるときにこのボタンを押して、これでニュートラルです。で、ニュートラルから 4L、 これはこのボタンが必要ないです。このまま入ります。同じように 4L からニュートラルもこれで入ります。ニュートラルから4ハイに戻すときはボタンが必要です。2H に戻すときはボタンはいらないです。インパネの表示は 2H から 4H に入れると緑色の 4WD のマークがついて、そこからニュートラルにすると 4WD のマークは消えて、車線逸脱警報オフ、デュアルセンサーブレーキサポート2オフの表示が出て、そして4L に入れると 4WD 表示がつきます。で、この時 ESP オフの表示も一緒に点灯します。ここからはいくつか注意点をお話しします。まず 2H から 4H、 簡単にいく動作なんですが、これボタンを押してしまうと動かないので注意してください。4ハイから 2H へ下げる時も同じです。それから走行中に 2H から 4H にした場合、軽いショックがあることもあるので、そこは気にしないでください。停車中に 2H から 4H への操作が
重くて入りづらい時はゆっくりした速度で走りながら入れ替えてみてください。それから4ハから 4L への動作はですね、これは停車中じゃないとできないです。でこの4ハから 4L への切り替えが重くてうまくいかない場合、その時は車を少し10センチ前に出すとか10センチ後ろに下げるみたいな操作をやるとうまく噛み合って入ることがあるので試してみてください。車載工具はシートの後ろのスペースに収納されています。グレーのカーペットを留めているクリップを外していくと、このようにホイールレンチとジャッキを回す棒が出てきます。パンタグラフ式のジャッキはここに収められています。ジャッキアップポイントはフロントサスペンションの根元、この三角形に飛び出しているところです。ジャッキを手で回してジャッキアップポイントにかませていきます。フロントのオーバーハングが長いので、ジャッキを車体に対して斜めに設置してジャッキバーをつないでいきます。そしてホイールレンチを使って回します。リア側のジャッキアップポイントはここです。リーフスプリングを止めている U ボルトと U ボルトの間ですね。リア側は車体に対してまっすぐに設置します。次にガレージジャッキのジャッキアップポイントです。今回はオフロードコース内での作業でしたので、土の路面でも使えるオフロードジャッキを用意しました。普通のガレージジャッキでは車輪が土に埋まってしまい、ジャッキ本体が前後に動かなくなってしまうので絶対にやめてください。車輪が動かない状態でのジャッキアップは非常に危険です。フロント側はここがジャッキアップポイントです。サスペンションメンバーの真ん中、この補強してあるところです。この補強してあるところを持ち上げていきます。リア側のジャッキアップポイントはリアデフの下です。なお、リジットラックを使う場合は、前後のリジットラックがこのような位置になります。今回は撮影のため、リジットラックの下に分厚い鉄板を敷いていますが、リジットラックは基本的に硬い路面の上でのみ使うようにしてください。リジットラックをかける場所は、フロント側はここです。そしてリア側はここです。リーフスプリング前側のピボット、可動部のさらに前、この仮面が平らに加工されたところです。前側の牽引フックは車体左右に一つずつついています。反対側はここですね。今回はオフローダーの常識となりつつあるソフトシャックルを用意してきました。金属製のシャックルに比べ軽くて持ち運びやすく、大小様々な形のフックにも対応しやすく、そもそも素材が柔らかいのでバンパーに傷をつけづらいという特徴を持っています。このように車体のフックに通し、反対側の結びコブに引っ掛けるだけでセットアップは完了します。スタックからの脱出時は瞬間的に大きな力がかかったりしますが、万一破断した際も重い金属製シャックルが飛んでくるなどのリスクがなく、安全で扱いやすい製品です。なお、リア側には牽引フックはありません。次にオフローディング時に大切になる前方視界にフォーカスしてみましょう。これは背もたれを寝かしたルーズな姿勢と、背もたれをしっかり起こした時の前方の視覚を比べたものです。その差は90センチほどありました。これまで取材した車の中で一番優れた値でしたが、前方の地形をなるべく確認しやすい姿勢で運転することに越したことはありません。スーパーキャリーの運転席は座面を上下に調整することはできませんが、そのスライド量は軽トラック最長となる180ミリを誇ります。
シート位置も18段の調整が可能です。そして40度近いリクライニングも可能ですので、こんな風にルーズな姿勢も取れてしまいます。ですが、これではヒルクライムの時、つまり車が上を向いている時に、手足がハンドルやペダルに届きづらくなって、とても危険です。今回のようにアップダウンや凹凸の激しいところを走る場合には、直前方向の死角を減らすためにも、このように体を起こした姿勢をとることが大切です。まず、お尻をシートの奥にしっかりつけた状態で、すべてのペダルを奥まで余裕を持って踏み込めるよう、座面を前にスライドさせます。クラッチもきっちり最後まで踏み込めることが大切です。ステアリングは、チルトもテレスコピックもしませんが、無理なく馴染めるような場所にあります。リクライニングは、ちょうど手首がステアリングの上に来るぐらいまで起こしましょう。こうすると、ステアリングの10時10分の位置を両手で握ったときに、肘に十分な余裕ができます。オフロードではステアリングの操作が増えるので、いつでも素早く回せるよう、肘に余裕を持たせておく方がいいのです。ちなみに私は、背もたれを最大限に起こした状態がちょうど良かったです。この姿勢なら直前方向の視界もかなり良くなります。なお、オフロードでは凹凸ある地形によってタイヤが蹴られ、その力が逆にステアリングに伝わって勝手に回ってしまうことがあります。これをキックバックというのですが、親指をステアリングの中に入れるようにして握っていると、突き指してしまうことがあります。ですので、このように親指を外に沿わせるようにして握る癖をつけておくようにしましょう。それでは、軽く林道を走ってみたいと思います。前回のキャリーもね、5速マニュアルで、この子も5速マニュアルなんですよ。まずは、ハイレンジの4区で、4H。4H の1速でこのぐらいの坂は全く問題ないですね。このキャリーのエンジンは低回転からよく粘ります。やっぱり働く車のエンジンのトルクの味付けって感じですよね。本当にアイドリング、低いアンドリング回転数でも止まらないでよく粘ってくれる。これは扱いやすいですよね。さあ、ここからヒルダウンが始まる。どのぐらいエンジンブレーキが効くかやってみましょう。はい、4H の1速。まあまあ効く。今ブレーキ踏んでないですよ。はいはいはい。林道を走るならこのぐらいでもいいですね。さあ、そして迎えるはロングヒルクライム。4ハイの1速で登るかやってみようか。前回やってないよね。おそらく4ローの1速の次に低いのは 4H の1速のはずなんですよ。これをね、極低速で行くのかエンストするのかやってみましょう。はい、4H のままですよ。これ 4H のままですよ。どうなの？登るのこれひょっとして。いや、ここきついだろ。アクセル全開。あ、なるほどね。4H ではあれ、これ僕がミスしてエンストすると勝手にエンジンかけてくれる？はい、4H では無理でした。じゃあこれでバックします。お、4ローのエンブレよく効くね、バックでも。なるほどね。やっぱり 4H で登った、舐めて登った僕が悪かった。4L の1速でいきます。ローレンジの1速ですよ。さあさあ、可能な限りゆっくりいくよ。ちょっとね、前回のキャリーで走った時より路面のね、石畳がなくなって、あれ全く滑んない。はい、余裕でしたね。この辺でローセカンドに入れますよ。この後ローの、セカンドギアのことをローセコって呼びますからね。ローセコ、オフローダーの昔からの言い回しです。この車に
新たに装着されたというオフロードのデバイスの出番がなかった。残念。まあそれだけ電子デバイスを使わなくてもメカニカルな設置性、トラクションがいいってことですね。よし、じゃあここをさっきと違って 4L の一足で下ってみよう。いくよ。エンブレどのぐらい違うか。どう？ブレーキペダルに足乗っけてないし、もちろんクラッチ踏んでないし、アクセル踏んでないよ。ローのローの一足のことをローのローって時々言うんで気をつけてください皆さん。ローローで、いやー安心感があるね。ローのローだと平地を走るときに速度が低すぎなので今ローセコにしてます。ローサードに入れてもいいぐらい。さあキャンバー一番上行くよ。怖くないよね、怖くないよね。いいね。やっぱり重たいものが車体の下半分に集まってるのはいいよね。じゃあここでもう一回 4H の一足ゆっくりいくよ。この辺までは登れちゃうんだよね。あとはトルクの問題。はい、ここでエンストする。つまり4杯の一足でこのスピードだとまたエンジンが勝手にかかった。すごくないこれ。めちゃめちゃ嬉しいこの機能。これ何、オフロード専用？違うよな。もうダメだ、気分が乗ってきた。でここでもう 4L にします。どうしてエンジンかけてくれるのこれ。オフロードマニュアルで走ってるとエンストね、まあまああるんですよ。そのたんびにイグニッションキー回さなくていいってすごくないこれ。ちなみに4杯でも登れるんですよ。キャリーのせいじゃない、これ僕のせい。僕がわざと厳しい設定で登ってるから。1回で4杯で登ってみますから。いきますよ。問題は運動エネルギーを位置エネルギーに変えること。このぐらいの速度が出てればほらね、登れちゃうんですよ。まあ 4L で登りましょう。バックギアで降りるよ。このね、いやエンジントルクあるからさ、こうやってブレーキ踏みながら降りられるよな。これバックの方が怖くない。前転しそうな気がしないから。でバックの時は後ろ振り向いちゃダメ。ミラーで道の幅を確認しながらその真ん中降りればいいだけだから。バックの時に後ろ振り向いちゃうとね、ハンドル操作逆にしちゃう人がいたりして危ないので。はい、じゃあ4ローでゆっくり登ってみよう。その前のストラットとリアのリーフスプリングがしっかりね路面を捕まえてるんですよ。なので新しくついたオフロードのデバイスの出番がないんです。極低速でいいね。もうこのローローでね急坂登ってる時最高に気持ちいい。あ、富士山見えてきた。660cc のエンジンを積んだ車が、こんな小さな心臓の車があの坂を超極低速で登るってすごくないですか。これがねオフローディングの楽しさ。私がジムに最初に乗った四駆はジムニー JA11 なんですよ。この間も話しましたけどね。それで初めて行ったオフロードで初めてねあのぐらいのヒルクライム登って、で登りきった後嬉しくてね、頂上で車から出て立ち尽くしてね下を見てたんですよ。本当にね嬉しかった。オフロード行ったことない人本当に行って、本当に楽しいから。3次元の地形を走るってやみつきになること間違いないから。それを普通に叶えてくれるこのトランスファーローレンジのついたキャリー、スーパーキャリー、こんな楽しい車ないよ。ジムにもいいけどね。スーパーキャリーは荷室に荷台に荷物いっぱい乗せられるよ。よくねこんなに雨がたくさん降る日本で荷台に荷物何乗せるのって人いるじゃないですか。違うんですよ。ピックアップは荷台に夢乗せるんですよね。何を乗せるなんて野暮な質問しちゃいけないんですよ。いやーもうねこの
枯葉の敷き詰められたオフロードを窓を開けて、オフロードはね窓全開か全閉です。転倒して窓が割れた時のことも考えてね。で皆さんは全閉の方がいいかもしれない。転倒する時に手で支えようとする人がいて、それで骨ボキッと折っちゃう人がいるので、ただ開けるとね地形がよく見えるし、タイヤのトラクションの音もよく聞こえるんですよ。だから僕は開けてます。僕は転倒する時に窓の外に手をつく癖はもうなくなりましたから。いやー、メカニカルなグリップがいいね。鈴木の人は結構オフロード走り込んだのかな。こんなに重たい荷物を積まなきゃいけないキャリーで空荷の状態でこんなにトラクションいいんだね。重たい荷物はリーフスプリングのヘルパースプリングの方で支えるとかね。ヘルパーってリーフスプリングの一番、下の方のまっすぐなやつね。これ以上逆反りしないようにまっすぐな太いスプリングがあったりするんだけど、だから空荷の状態でもこのしなやかさ、乗り心地の良さが確保されてますよね。皆さんオフロードは泥砂を巻き上げながらかっ飛ばすものって思ってらっしゃるかもしれないんですけど、実はねこうやってゆっくり、最初はゆっくり走ることで車のね挙動とグリップ感を掴んだ方がいいんですよ。特にこうやって窓を開けて、音を聞きやすくして、タイヤのスリップする音、それから車の振動、今どのタイヤが浮いたとかどのタイヤがスリップするとかを体感しながら、本当に極低速で走りながら徐々に速度を上げていくと、車に起きていることがよく理解できるようになると思います。そして、林道を走る時に速度を上げてザザザザザってコーナリングするんじゃなくて、ゆっくり走ることでやっぱりね路面が荒れないんですよ。自分も楽しく走れるし、その後林道を走る人にも優しい路面を作ってあげるっていうのは一つマナーであったりするし、で皆さん二輪駆動と四輪駆動の、違いの一つの中に、実は四輪駆動の方がこういった林道の路面に優しいんですよっていう違いがあって、二輪駆動の車ははがきの大きさのその接地面、約はがきの大きさ1枚の接地面2つだけで路面描いてるじゃないですか。なのでトラクションがかからなかったりする時に路面を描いて掘るんですよ。スタックしそうな時もそうだし、そうやって二輪駆動の車は林道を荒らしていくんですよ。だけど四駆で走るとはがき台の接地面が4枚あるじゃないですか。その4枚をうまく使って同じエンジンの力を4枚に分配して走ってるから路面掘らないんですよ。つまり地球に優しいのが 2WD か 4WD かって話になった時に、四駆は重いからっていう人もいるんですけど、実は四駆は舗装されてない道を荒らさない車なんですよ。さあ二足発進簡単にできるローレンジね。キャンバーの安定感いいね。もう一回やってみようか。ここでバックに入れるんだけど後ろは振り返らない。コーナーでも左右を見ながら、ほらハンドルをあんまり切らないで、ほらちゃんとバックできるでしょ。だから林道もそうなんですよ。長い林道ですれ違うためにバックしなきゃいけなくても、この技覚えておけばバックするの苦痛じゃなくなるから。はい、じゃあ次ほんの少しだけ速度上げましょう。このぐらいの林道であれば4ハイで十分です。キャリーはね、いろんな音、いろんな情報がドライバーに伝わりやすいから、この感覚はねすごいジムニーに似てる。僕が四駆へ乗り始めた頃、ジムニーであちこち走りに行った頃の感覚が蘇ってきて、やっぱね楽しいっすよ。マニュアルはねなくしちゃダメ。この人車一体、人馬一体の感覚がね本当に楽しい。スーパーキャリー楽しすぎる。林道でね U ターンででかい車でやるの大変なんですよ。でもねこのこのとこで普通 U ターンしないよね。でも簡単。そしてね後ろの見切りがめちゃくちゃいい。荷台の角を上から見下ろしてるからダメだ。
これが仕事だって忘れちゃう。皆さん、僕謎が解けた気がします。はしゃぎすぎてで皆さんには分かってましたよね。アイドリングストップの機能によってエンジンが勝手にかかったり止まったりするんだね。本当に恥ずかしいよね。はい。だけど便利でした。アイドリングストップの機能がオフロード走るときに邪魔だと思っていたのに、そんなことないんですね。ではヒルダウンを行ってみたいと思います。前回のねキャリーの動画を見ていただいた方は、僕がキャブオーバーの車でヒルダウン嫌いだってことはご存知だと思うんですけど、もう一回説明しますね。キャブオーバーの車で僕がね苦手だったポイントは2つありまして、1つは自分の座っている位置、このぐらいにねタイヤがあるんですよ。アクスルがあってタイヤね。そうすると普通にキャブオーバーじゃない SUV タイプの車とかでオフローディングしてると、必ず自分の体より前の段階でゴンって段差に当たった衝撃とかが来るんですよ。なんだけどこの車、段差にね当たるゴンっていうのが自分の体をまさに通り過ぎるような段階で来るから、そこに慣れてないんですよ。だけどもうね慣れました。もう一つでも未だに慣れないのが、自分が車の一番前に乗ってます、この状態でヒルダウンするっていうのがね怖かったんですよ。なぜかっていうと、特にこのキャリーなんかの場合は前の方にキャビンがあって後ろに荷台じゃないですか。そう前が重たいような気がして前転するんじゃないかとか、それこそ自分が一番最初に地面にキスするんじゃないかとか、そういう恐れがあったんですけど、このキャリーにね、これで僕結構乗ったんですけど、前回から合わせてもう怖くないです。4L の一速でここノーブレーキで降りてみますね。どのぐらいの速度になるか。いきますよ。さっきまでより急な下り坂。なるほど。全然怖くない。さあ、次はじゃあ、このぐらいの坂がやっぱり怖いっていう人は、4L の一速に入れるじゃないですか。で、クラッチ離して動き出しますよね。で、その後、ブレーキで速度調整するんですよ。いきますよ。繋いだ。で、この上り口。このまさに降りるところが大切ですからね。ここでブレーキを軽く当ててあげると、ほら、さっきと全然速度違うでしょ。でも怖くないなと思ったらブレーキを離せばいいんです。ほら、これ一つのテクニックなんで、エンジンブレーキで降りながらそこにフットブレーキを足してあげるんです。いかがでしたか？オーナーズアイは車選びをする皆さんにより多くの判断材料をご提供するために、2013年から500本以上の映像をお届けしているウェブ媒体です。そしてオフロード編は車の取扱説明書というコンセプトはそのままに、オフロード走行時の取扱方法や楽しみ方をビギナーの方にも分かりやすくお伝えしているプログラムです。最後にちょっとした林道走行をお届けしましたが、後編ではいよいよ見上げるような急斜面におけるロングヒルクライムテストをお届けします。このテストではサスペンションの性能はもちろん、エンジントルクやミッション、トランスファーのギア比に至るまであらゆる要素が関係してきます。そしてモーグル地形では新旧キャリーの違いを探るべく、全く同じラインを走らせて両者を比較しています。最後にはチーフエンジニアの伊藤文夫さんと一緒にオフロードを走りながら、新しいスーパーキャリーに対する思いを語っていただいていますので、ぜひお楽しみにしてください。それではまたお会いしましょう。